皆さんこんにちは。今回はですね、こちらの、購入した iPad Air 第5世代について話していければと思います。僕にとっては初めての iPad になります。これを買おうと思ったきっかけなんですけれども、自分が面白いと思うガジェットの幅をもっと広げたくてですね、いろいろ興味が湧くものを探してたんですね。で、最終的に iPad かゲーミング PC になったんですよ。僕はキーボードとかマウスとか結構興味があるので、ゲーミング PC を買って周辺機器について動画を撮るのも面白そうかなと思ったんですけれども、僕のチャンネルを登録してくださっている視聴者の方々は Apple 製品に興味がある方が多いかなと思ったので、今回はせっかくだからということで iPad にしました。iPad シリーズの中でなぜ Air にしたのかだったり、 iPad でやりたいことなどを全部話していると長くなってしまうので、それは別途ですね、後日動画にしようと思います。今回の動画ではまず iPad Air 第5世代の開封と、あとはこのスペックを選んだ理由、また一緒に購入したアクセサリーについて話していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ではまず開封からいきたいと思います。とは言ってもですね、もうとっくに多くの YouTuber さんたちが iPad Air 第5世代の開封動画を撮っているので、今回はサクッと開封していければと思います。今回スペックなんですけれども、64GB の Wi-Fi モデルで、カラーは、ご覧の通りブルーですね。ではオープン。これが本体ですね。めちゃくちゃ軽いですね、これ。ここをペリペリとめくっていきます。こんな感じです。Apple のサイトで見るよりも濃いめのブルーに見えます。本体以外の付属品も見ていこうと思うんですけれども、まずは取扱説明書類ですね。で、あとは、USB-C 充電ケーブル。あとは、20W の USB-C 電源アダプタです。で、この充電ケーブルが両方が USB-C のケーブルになってて、結構これいいですね。早く iPhone もライトニング廃止してほしいところです。で、これは先ほど話した通り Wi-Fi モデルなんですけれども、セルラーモデルと結構迷いました。で、外出中でもすぐにネットにつながるという面で、明らかにセルラーモデルの方が便利ではあると思ったんですけれども、外出時にスマホレベルの快適さを iPad に求めるのかっていうのを考えた時に、そこまで快適じゃなくてもいいかなと思ったんですよね。なので、かなり迷ったものの、今回はデザリングで何とかするということで、Wi-Fi モデルにしました。この iPad を使っていく中で、やっぱりセルラーモデル選べばよかったと思うかもしれないんですけれども、その時はですね、また動画にしたいと思います。あとストレージの話なんですが、iPad Air 第5世代のストレージは 64GB と 256GB の2つから選べます。今回 64GB 選んだのは iPad で動画編集だったりデザインといったクリエイティブ系の作業をすることを想定していないからですね。その他にストレージが逼迫するとしたら、動画をたくさん撮りためたり、電子書籍を大量に入れた場合だったり、ゲームをたくさん入れたりするパターンだと思うんですけれども、現状はそういったこともなさそうかなというので 64GB にしてます。この辺は iPad へのハマり具合によっては後悔するかもしれないです。では初期設定をしていきます。iPad Air は Touch ID なのが結構いいなと思いますね。iPhone でマスクをしている状態で Face ID を解除する設定にしているんですけれども、解除がちょっともたつく印象なんですよね。家で使う分には Face ID でもいいんですけれども、外出先でロック解除をスムーズにできなくなってしまうのは気になると思うので、Touch ID なのは助かります。はい、設定が、完了しました。改めてですね、設定している間に持ちながら操作してたんですけれども、かなり軽いなって思います。やっぱり普段持ち歩いているのが MacBook Pro、14インチだったりするので、それと比較するとかなり軽くていい感じです。あとこの薄さですよね。店頭で触った時にはあまり感じなかったんですけれども、かなりこうやって薄い感じになっていて、持ち運びしやすいんじゃないかなと思って、ちょっと今から期待できそうかなと思ってます。このベゼルの部分なんですけれども、買う前はベゼル結構太いなと思っていて、ちょっとここ薄い方がいいなとは思ってたんですけれども、実際に持ってみるとあまり気にならないですね。このデザイン結構気に入りました。で、先ほど話した通りですね、これセルラーモデルではなくて Wi-Fi モデルを選んだり、ストレージを 256GB ではなくて 64GB にしていたりとか、結果的にコスト抑えめな選択になってます。それぞれのスペック選んだ理由としては先ほど話した通りではあるんですけれども、やはり予算は気になりましたね。コスト抑えめとは言ってもかなりの出費になってますし、 iPad を自分がどのぐらい楽しめるのかまだ未知数なのもスペック選びに影響してました。あとはコスト面で言うと、Apple Pencil であったりキーボードといった周辺機器が結構高くてですね、
本体のスペックを盛るととんでもない金額になってしまうというのもありますね。今まで iPad は正直全然詳しくなかったんですけれども、Apple Pencil が約2万円だったり、純正のキーボードだと2万7000円のものか、4万4000円のものかっていうような選択肢になっていて、かなり驚きました。これあまりにも高すぎませんか？個人的に周辺機器選びはかなり慎重になっちゃってます。で、開封に関してはこの辺にしておいて、今回本体と一緒に買ったアクセサリーも簡単に紹介しようと思います。まずはですね、この保護フィルムになります。価格はだいたい2000円ぐらいでした。で、このフィルムなんですが、反射を抑えるアンチグレア非光沢というところと、あとはブルーライトカットというのが特徴になっています。で、このアンチグレアのフィルムだと画面の鮮明さっていうのは光沢系のフィルムと比べるとどうしても劣ってしまうんですけれども、個人的に画面の光の反射って結構気になってしまう方なので、これにしました。ちなみにペーパーライクフィルムも気になってはいたんですけれども、画面の鮮明さが結構落ちるよというようなレビューを数多く見たので、一旦見送ってます。ただアンチグレアも結構鮮明さは落ちてしまうと思うんですよね。なのでアンチグレアとペーパーライクフィルムのどっちが鮮明さ落ちてしまうんだろうという疑問はちょっと未だにあったりするので、いつかペーパーライクフィルムの方も試してみようと思います。あとはですね、この、Apple Pencil、こちらも購入しました。手書きで自分の考えを整理したい時に使いたいというのと、Apple Pencil での体験って iPad ならではだと思うので、試してみたくて購入しました。一応店頭でサードパーティー製のものも試してみたんですけれども、これが一番反応が良くて快適そうだったので純正にしています。こんな感じでですね、一旦この保護フィルムとあと Apple Pencil、これだけを買っている状態ですね。で、肝心のカバーどうしたのって思われるかもしれないんですけれども、迷いすぎてですね、まだ変えていません。キーボード付きのものにするのか、そうでないものにするのかとか、あとは値段が気になってしまったりとか、ああでもないこうでもないと悩み続けています。とは言ってもですね、カバーがないと傷が気になってしまうと思うので、近いうちに購入してみようと思います。それ以外にも周辺機器が揃ってきたら別途動画にして紹介してみたいと思います。はい、今回はですね、iPad Air 第5世代について開封しながら、だらだらとですね、話していく回でした。僕にとっては初めての iPad になるので、いろんなアプリを試してみたり、自分に合った使い方を模索していこうと思います。iPad に関する動画もこれから少しずつ投稿できればと思ってます。もちろんこれまで通りの動画ですね。例えば Apple Watch だったり Mac だったり、あとはデスク環境周り、その他気になるガジェットとか、そういった動画に関しても引き続き撮っていきたいと思っているので、もしよければ今後も動画をチェックしていただけると嬉しいです。はい、今回の動画は以上となります。この動画が良かったらぜひチャンネル登録と動画の高評価をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。